ただいまよりアンダー35アーキテクツエキシビジョン35歳以下の若手建築家による建築の展覧会記念シンポジウムを開催させていただきます。寺もたくさんの建築を持っておりますので、これからやがてその時間軸の中ではそれを修復したり関わっていただける方がこういった中から出ていってくださったら楽しみだなということを思っております。私どもと一緒に仕事をできるような日をすごく楽しみにしておりますし、皆様方の今後の活躍というものを期待しております。日本の建築家の方に素晴らしいロビーチェアを作っていただいて、日本のビルのロビーに飾らせていただきたいというふうに思っています。ぜひこの U35、それから大阪・関西万博へと、皆様の気持ちを一つにしてですね、盛り上げていければ、いいかなと思っております。人々を幸福にする、幸せにするっていうその目的を忘れない、そういう建築に力を与えてくれる人になっていただいて、一緒に仕事ができる日っていうのをすごく楽しみにしています。若い建築家の人たち、あるいは学生の人たちは見ていただいてですね、建築とは何なんだろうということを考えてもらえればなというふうに思います。目の覚める話を聞かせてほしいなと思って期待しております。よろしくお願いします。どういうふうな未来に飛ぼうとしているのかっていうのを、プレゼンテーションの中でぜひ聞いて、私も刺激を受けたいなと思っております。本当に違う世代というか新しいものが、生まれてきているなというふうに素直に、思いました。永山ディレクションの展覧会が、昨日スタートすることができました。出展者の皆様、どうぞ緊張などなさらず思いっきり発揮してください。建築っていうものの新しい何か見え方が現れてくるような、そんな議論ができるといいなと思ってます。今日は批判も受けるかもしれないけれど、ぜひ頑張って、ください。新しい建築の可能性っていうものをいろいろ考えてるんだなっていうのが今の時代をとても反映してるんだなと思って見させていただきました。また次の世代の建築家たちがこの場から巣立ってくれればいいなというふうに思います。この建物は私たちが事務所としても使っているんですが、もともとクライアントの電気の施工会社の方からこの場所を仕事場として改修してほしいという依頼がありました。工事の過程で現れたイベントとか何か別のものを作った破片で改修が徐々にアップデートされていく。そうすることによって一度この場所を拠点に職人の関係性と物事っていう形で少しずつ街にも広がっていきました。今回展示させていただいたのは1957年に磯崎新が設計した新宿ホワイトハウスっていう建物の変遷とその時の関係者へのインタビューを展示させていただきました。でその後ギャラリーとしてオープンしたホワイトハウスは、いくつかの展示が行われ、私たちもここで個展を開きました。もともとそこに居場所がなかった人々は居場所を確保する行為を、手入れと呼んでるんですが、それをまとめて、展示の中に織り込んで展示を行っていきました。喜界島サンゴ礁科学研究所と一緒に100年かけて劇場を作るプロジェクトというのを発足しました。サンゴの石垣の修復に参加したり、廃校を滞在拠点に改修したり、ヒアリング調査をしたり、島全体で活動を展開しています。劇場の中には大きな茶山を作ります。これらは集落の石垣の修復などにも使われながら、増えたり減ったりするような動く象徴の場としてあります。私たちの行っている研究活動や設計プロセスをまとめた100年日誌というのを制作しています。メディアを作っていくことで建築を変えれるのではないかというふうに考えています。私たちは東京都の中野区で中々野というお店を運営しています。私たちはプリンを毎日作りながらで温度調整も結構きちんとしないと一定のプリンにならなくて、
こういうことを私たちは設計しているんだろうなというか、お店を起点に出会った人が町に、なかなかのっていう町に愛着を持って、自分の居場所みたいなものがない人にとっての故郷になるような町っていうのができないかっていうのを考えているのがこのなかなかのっていうプロジェクトになります。緑の中にいろんなピクセルとか、この木は何の木とか、この木の葉っぱは何の虫食べるとか、私たち全く知らない世界をあるで、だからカーサーとしてこの2つの世界の中に生きてみたいと思います。家から見える、植物園を舞台にこの町自体を何とか変えていけないか、町をどう耕しながら町を作って自分たちの建築をもとにビジョンを示していくかっていうことを、常に考えながら、設計をしています。そういった動きの中で生まれてくる形と、その動きをする素材とは全く別の素材っていうものを組み合わせることによって、見たことのあるものが全く想像とは違う動きをするという、ある種の奇妙さみたいなものを、生み出そうということを試みました。一軒家の住宅の自由さみたいなものと、集合住宅の組織化みたいなのの中間的な状態を狙ってます。大都市であるホーチミンから3時間以上行った、本当に郊外のその先のような敷地です。住人はお兄さんとお母さん、予算は300万円しかありません。もう地元の、工務店しか使えません。つまり、安くて広くて簡単にこの家を作らなければならないということになりました。近くにあった農園だったりとか施工現場の仮囲いを転用したタープだったりとか、この普通のものたちを組み合わせることによって新しい普通の風景ができている、そんな住宅を作りたいって考えました。建築って一体何なんだろうって今回本当に思ったんですよ。そして建築って本当面白いなと思ってワクワクしたっていうか、建築の可能性とか建築って一体何なんだって思ってるんだろうっていうのをそれぞれに聞きたいなと、純粋に。今回新築のプロジェクトとかを発表しなかったのは、今ナラティブの時代なのでナラティブを発表したっていう感じですね。そうですね、野鳥公園にすごい興味があって、そういう空間の作り方、建築の人が作れなかったような空間みたいなものが作られるっていうこと。戸賀村が来年で50周年で、50年その演劇の村として活動を続けてるその姿を見に行かないといけないと思って、でここからどうするのかっていう問題がやっぱりその先にあるなと思って、その先の答えにたどり着きたいと思って活動はしています。でもやっぱその活動のために絶対に建築が必要で、今回これはダメだったけどこれは信じられるかもしれないっていうことは確実に積み上げていきたいと思っています。作った建築が何か良いからみんな来るみたいな、そういう人が集まる場所っていうのがそういういいところだから集まるみたいな、そういう場所ができるといいなと思ってます。快適さっていうものに対しては懐疑的なところはあって、もっと建築ってもっとそこの場を圧倒させるようなすごいパワーがあるものなんじゃないかなって思っていて、そのパワーってどうやったら作れるんだろうかみたいな、それはでも快適さとはまた違うと思うんですよね。それをすごい感じているという。やっぱり僕らとして建築っていうのは一種の意思のバトンみたいな感じなのかなっていうふうにちょっと捉えていて、建築家自体っていうのがある意思を発してそれを建築に魂として込める。でそのバトンを、次どうパスしていけるかみたいな、そういうものとして建築を捉えている。人だったりとか物だったりとかとコミュニケーションするきっかけになるすごい優れたコミュニケーションツールだなというふうに思っていて、そういう意味で場を作ったりとか建物を作ったりするっていうのは僕にとってすごい意味のあることだなと思って今やっております。アメリカでやられたオブジェクタルっていう名前だったからそうかと思ったんですけど、もう物なんていうかこのコンテクストを全部抜きにしてそれを組み合わせていって純粋に物として新しい形を見出していくっていうのがあったと思うんですけど、やっぱりそういう教育を、特に彼女が受けてるんで、もちろん影響はあるけど、別にその哲学自体が重要だと思ってるわけじゃなくて、多分その美学を抜き取って、こういうこと言うとまた五十嵐さんに突っ込まれそうなんですけど美学だけ抜き取って、でもちょっと違う考え方で適用できないかなみたいな風に考えてます。
平田が審査委員長だったら誰を選ぶの？じゃあまあすごい軽口を言うと、もう全然建築じゃないかのようなスタートを切りながら、その想像力の在り方としてなんかこう建築との関係性という意味ではすごくこう新鮮に感じたのは、なんか名前が思い出せないプリンの人たちですよね。いや、俺も彼女たち魅力的に感じたんだけど、一方で一歩間違うと現状の中に流されていくともなりかねないじゃないですか。でも今そこまでいかなかったとしてもなんかね、平田さんがおっしゃったやっぱり自由を求めてるなって感じは僕もあって、で最近やっぱりポストモダニズムの歴史をちゃんとなんか肯定しようと思ってるんですよね。でそれはやっぱり安藤忠雄さんにしても伊藤豊さんにしても新しい自由をもやっぱり求めてるんですよ。機械島のプロジェクトそのものにはものすごい共感して、本当はもうバリバリトップだと思ったんだけど、ただ建築の在り方、その形を考えていくのかどうか、ちょっと何かその建築に対しての設定がなんか最後までちょっとモヤモヤっとしていて、あれはね、手前のフレームとか屋根はこう背後の山を引き立てせるためにあそこにあったというふうに俺は今見てるんだよね。山こそが彼らの言う建築なんだよ。ちょっと今日機械島の話聞いて、やっぱり地形こそがやっぱりとても重要なファクターだと思ったし、でまあ100年続くっていうんだったら、まあ多分すでに各集落に祭りはあるのかもしれないけど、多分祭り的な演劇が多分最も持続可能性が高いんじゃないかな。で、まあ、そのプログラムに合わせて何か建築の形があれば多分説得力があるんだけど、今それがないので、やっぱちょっと形態は今の流行りにやや引きずられてるように我々には見えてしまったのかなと。自分が興味あるところがあったとして、それになんていうかな、それに絡むためにそこでカフェをやるっていうのはで建築家の領域広げてるっていうことにも見えて、でガラージュもなんか自分たちで機械島に乗り込んでいって、やってるっていう感じがあったからね。アンダー35アーキテクツエキシビジョン2024ゴールドメダル賞はじゃか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 じゃん、ガラージュガラージュの皆様です。大きな拍手をお願いいたします。ガラージュの皆様おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。今なんかこう信じられるものが少なくなって、みんなが迷っている時代に何を信じたらいいのか、そういうところで模索している姿を見てすごく共感したっていうところでゴールドなので、多分これからも探していってほしいですし、私自身も建築を通して探していきたいなと思っています。ありがとうございます。機械島に来てくれてた学生も見に来てくれてるんですけれども、僕たちだけじゃなくてみんなで撮った賞だと思います。ありがとうございます。ちょっとみんなで写真撮りたいです。今来てない人もここに来てくれた皆さんもぜひ機械島に一緒に行きましょう。ありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。